日はガナッシュクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はガナッシュクッキーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ホットケーキミックスを使ってまずクッキーを作って、そのクッキーの上にガナッシュを入れて仕上げていきます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチョコクッキーの材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、無塩バター、アーモンドプードル、ココアパウダー、お砂糖、卵、こちらの6つの材料でクッキーを作っていきます。まずバターに関してなんですが、こちらは必ず無塩バターを使用するようにしてください。そしてココアパウダーですね。こちらは無糖のココアパウダーです。お砂糖に関しましてはグラニュー糖やお好みの糖類で代用していただいても大丈夫です。そして卵のサイズは M サイズになります。それでは続いてガナッシュの材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、生クリーム、こちらの2つの材料でガナッシュを作っていきます。こちら今回はですね、ガーナのブラックチョコレートを使用していきます。そして生クリームに関しましては動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにチョコクッキーから作っていきます。最初にですね、こちらのバターを電子レンジで溶かして溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらね、まだ塊があるので、こちらをよく混ぜて溶かしてください。もし30秒で溶ききれない場合は、追加で10秒ほど加熱してみてください。はい、OK です。バターはですね、このように綺麗に溶かしバターにしておいてください。それではですね、こちらを使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて卵を溶きほぐします。ボウルに卵を割り入れます。そしてこちらをね、しっかりと溶きほぐしてください。はい、卵はね、このようにきちんと溶きほぐしましょう。こちらも使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて粉類を合わせていきます。まずボウルにホットケーキミックス、そしてココアパウダー、そしてお砂糖、あとはここにアーモンドプードルを加えます。そしてこちらをね、よく混ぜましょう。ココアパウダーなどね、ダマにならないようにしっかりと混ぜてください。はい、OK です。粉類はね、このようにしっかりと混ぜてください。もしね、ココアパウダーのダマなどができた場合は、一度ね、ふるいにかけていただくといいかなと思います。そしたらですね、こちら、溶かしバターを加えます。続いて卵液も加えてください。こちら加えたらですね、ゴムベラで混ぜていきます。こんな感じで切るように最初混ぜていきましょう。はい、OK です。このようにひとまとまりになるまでしっかりと混ぜてください。そしたらこちらの生地をですね、10等分にしていきます。大体で OK です。はい、このように10等分にしてください。そしたらですね、オーブンの天板にこのようにシルパンといってシリコンのマットとか、あとはクッキングシートを敷いてください。そしたらですね、先ほど分けた生地を手に取って、そして丸めます。生地の硬さなんですが、こうやって指で触っても指につかないぐらいですね、このぐらいの硬さになります。この時もしね、指につく場合は少しね、ホットケーキミックスをプラスしてみてください。卵の大きさによってね、多少ね、生地の硬さが変わる場合がありますので、そちらは調整していただけたらと思います。最初は丸めます。そしてこの天板の上に置きます。あとはね、残りも同じように丸めて天板の上に置いていきます。はい、このように全部丸めてください。そしたら上にラップを乗せて、そして生地をね、丸く伸ばしていきます。この時ポイントなのがこの真ん中部分ですね。ここにガナッシュが入るので、真ん中部分だけへこませてください。このようにへこませてください。厚みはね、このぐらい、1センチぐらいの厚みにしていただくといいかなと思います。それではね、残りも同じように手で潰して、そして真ん中をくぼませていきます。今ね、指でね、中央をへこませたんですが、こういった大さじ1/2ぐらいのスプーンを使って中央部分をへこませていただいてもいいかなと思います。やりやすい方法で中央部分をへこませてみてください。ではね、残りも同じようにやっていきます。
はい、OK です。全部へこませました。でね、先ほどはね、このスプーンでね、へこませる方法もご紹介したんですが、もう一つですね、こういったペットボトルのキャップですね。この部分を使ってへこませていただいてもいいかなと思います。そうするとね、こんな感じのへこみ具合になります。なのでこちらはね、あるものでやってみてください。それではですね、こちらを170度に予熱したオーブンで10分から12分焼いていきます。こちらはですね、オーブンの種類によって仕上がりが変わってくると思うので、様子を見ながらね、調整してみてください。はい、今焼き上がりました。トータルでね、12分焼いてます。焼くとですね、またちょっとね、中央部分が膨らんでくるので、焼いたらすぐですね、真ん中をこのようにへこませてください。この時手でやると熱いので、こういったね、先ほどもご紹介した大さじ1/2の1ぐらいのスプーンでへこませていただくといいかなと思います。あるいはね、先ほどもご紹介したこちらのペットボトルのキャップですね。こちらを使っていただいてもいいかなと思います。こちらはですね、必ずクッキーが温かいうちに行ってください。はい、 OK です。それではですね、こちらは一旦このまま粗熱を取って冷まします。それでは続いてガナッシュを作っていきます。まずね、チョコレートを細かく刻んでください。はい、でこのように細かく刻んだらボウルに入れましょう。はい、このようにボウルに入れてください。そうしましたらここに生クリームを回しかけます。そして軽く混ぜましょう。チョコレートをね、生クリームに浸してください。はい、 OK です。それではこちらをですね、電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、今50秒加熱しました。そしたらね、ゆっくり混ぜてチョコレートを溶かしてください。この時ね、チョコレートに空気が入らないようにだけね、優しく混ぜてください。はい、でこれでね、チョコレートが綺麗に溶ければ OK です。ガナッシュはこれで完成です。それではですね、先ほど粗熱を取っておいたクッキーを用意してください。まだね、ちょっとね、人肌程度温かい状態になってます。そしたらですね、このへこませた部分にガナッシュを入れていきます。ティースプーンなどを使っていただくといいかなと思います。はい、このようにガナッシュを入れてください。それではこのままガナッシュが固まるぐらいですね、だいたい1時間から2時間ほど置いておいてください。この固まる時間なんですが、その時の気温や季節によっても変わると思いますので、様子を見ながらね、こちらは調整してください。はい、ガナッシュが固まりました。このようにね、しっかりと固まれば OK です。今だいたい1時間ぐらい置きました。こちらは目安にしてみてください。はい、これでガナッシュクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。このようにガナッシュもたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。クッキーがサクサクホロホロで、そしてガナッシュもたっぷり入っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のガナッシュクッキーのポイントです。まず生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまず粉類をしっかりめに混ぜてください。もしココアパウダーなどがダマになってしまった時は一度ふるっていただくといいかなと思います。そしてその後ですね、バターと卵を加えるんですけれども、加えた後はさっくり混ぜるようにしてください。そして生地の出来上がりの目安なんですが、指で触っても指に生地がつかないぐらいですね。そのぐらいを目安にしてみてください。もしね、この時生地がね、指にくっつく場合は少しホットケーキミックスを加えて調整していただけたらと思います。こちらはですね、卵の大きさの種類によって多少ね、変わる場合がありますので、動画の生地の硬さを参考にしてみてください。そしてその後ですね、丸めて天板の上に置くんですけれども、今回はですね、全部で10個作りました。こちらの大きさに関しましてはお好みで調整してみてください。ちなみに今回のクッキーの大きさは直径約6センチぐらいになります。焼くとですね、多少膨らむのでだいたい5センチ
チぐらいのね直径にしていただくといいかなと思います。そして焼く前にですね、一度真ん中をへこませてください。へこます時はですね、指でねへこませていただいてもいいですし、あとは計量スプーン、そしてペットボトルの蓋などを利用してみてください。そして焼き時間なんですが、こちらはねオーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合があります。なのでこの焼き時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。今回私は170度のオーブンで12分焼いてます。そして焼き上がった後なんですが、へこませた部分が膨らんでると思いますので、もう一度真ん中をしっかりとへこませてください。こちらはですね、温かいうちにやっていただかないとへこまないので、必ず焼き上がったらすぐへこませるようにしてください。ただこの時ね、やけどしないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、クッキーを冷ましている間にガナッシュを作って、ガナッシュができたらへこませた部分に入れてください。あとはですね、ガナッシュが固まるまで冷ましていただけたらと思います。このガナッシュが固まる時間なんですが、季節やその時作る環境によってもね、固まる時間が変わると思います。今回私は1時間ぐらいで固まりました。今作ってる時期が冬場なので、こちらはね参考にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はガナッシュクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。